レストランスリオラ本田誠一です。本日は、水で作るパエリアをご紹介したいと思います。このパエリアの大事なところは味のない水だけで作りますので、まず最初に用意するお野菜のピューレ、サルモレタというんですが、それをきちんと煮詰めて濃厚な味わいのピューレを作るということ。パエリアはやはり最後フライパンの底にお焦げがついてパエリアになりますので、勇気を持ってしっかりと最後まで煮詰めてあげてください。それでは、パエリアを作る際の、ベースのピューレ作りの食材を紹介していきます。パプリカ、ニンニク、トマト、オリーブオイルです。パエリアの食材を紹介していきます。赤エビ、アサリ、サフラン、インゲン、イカ、胚芽米。今回は日本のお米を使おうと思っているんですが、その中でもパエリアを作った時に状態が安定しやすいお米、胚芽米を使っていきます。オリーブオイル、塩、水です。それでは、今からパエリアを作る際のベースとなるお野菜のピューレ、サルモレタというのを作っていきます。ではまずトマトですね。トマト、洗ったトマト、まずはトマトのヘタの部分を取っていきます。取りましたら半割りにして種を取っていきます。トマトの種は加熱するときに残っていると酸っぱくなってしまうので取り除いていきます。神経質に取らなくていいですからね、ざっくりと取っていってください。ではこちらをざく切りにしていきます。続いてはパプリカです。一つ、ね、これも洗ったパプリカを中の種と白い部分は取っていきます。でこのパプリカの中の白い部分は苦いので取ってしまいます。そしたらこれもざく切りにしていきます。あまり、形の揃える必要はありません。この後にピューレ状にしてしまいます。はい、では続いてはニンニクです。ニンニクもまずは皮を剥いて中の芯というか芽の部分は取ってしまいます。こちらはもう半割りぐらいで大丈夫だと思います。はい、ではパエリアの具材ですけれども、インゲン半割りです。続いてイカです。1センチぐらいの大きさに切っていきます。イカはパエリアに入れると非常にいい出汁が出ますので、お肉のパエリアの際にもイカを入れても構いません。非常に美味しくなります。このパエリア作る際で大事なサフランですけども、サフラン必ず調理する前に空炒りしてください。空炒りというか、フライパンでもいいんですけども、簡単なのはサフランありますね。アルミの上に乗せて包んであげてください。てるてる坊主を作るように包んであげたら、もうこれをそのまま、私の場合はオーブン、いいだとオーブントースターで大丈夫です。オーブントースターに2分ぐらい入れて揚げとくだけで、香りと色の出方が全く変わってきますので、これ必ずやってください。では先ほどのお野菜を今から炒めるというか、オリーブオイルの中で煮ていくような感じです。まずはしっかりとした量のオリーブオイルの中でニンニク、最初は、まずは中火ぐらいです。香りが出てくるまでまずはニンニクだけで炒めていきます。ここで強火にしてしまってニンニクを焦がさないこと、または強火にしすぎてオリーブオイルが煙が出るくらいまでになってしまうと、それでオイルが酸化してしまうので、そうするともう全てが台無しになってしまうので、ここはあくまでも中火で優しく火を入れていってあげてください。
で少し肉が色づいてきたら、次はパプリカです。パプリカを入れたら、先ほどと同じようオリーブオイルの中で煮ながら炒めるような感じで火を入れていきます。はい、ではパプリカが少し火が入ってきましたら、今度はトマトを入れていきます。でトマトを入れたら、ここでもまた今度は少しトマトの水分を同時に煮詰めていくように火を入れていきます。でこのままもう少し火を入れていきます。水分というものがなくてドローっとした感じになってきています。多分3分の2ぐらいは煮詰まったんじゃないかなと思います。これを今からピューレにしていきます。ピューレ状にしていきます。今回はハンドブレンダーでやりますけども、もちろん普通の、ミキサージューサーでやってもらっても構いませんのでね。こういう状態にしていきます。はい、それではパエリアを作っていきます。まずはパエリアパンに、ご家庭ではなるべく一番大きい幅のフライパン使ってください。でオリーブオイル温まりましたら、ここにまずエビとイカを入れます。エビとイカを入れて、まず最初に軽く炒めます。エビは炒めるとこの殻の香ばしい香りがこの油に、ね、ついてくれますので、この後すごくパエリアが美味しくなると思います。でここでエビは一度火を入れる前に一度取り出してしまいます。この香ばしい香りがついた時点でもう一度火が入る前に取り出します。イカはこの後まだまだ美味しい味わい出し続けますので、イカはこの中に残しておきます。続いては先ほど用意したピューレですね。これを大さじ2杯ぐらい入れます。でこの時同時に乾入りしたサフラン、パプリカパウダーも入れます。で軽く一緒に炒めたら、お野菜、今回インゲンですね、これも入れて軽く炒めます。炒まって先ほどまで残っていたピューレの水分がもうほぼなくなったら、ここでお米も入れます。お米は最初にも言いました、今回は日本の米、胚芽米を使っております。でもしも、火が強いようでしたら、火を止めるか少し鍋を火口からずらしてあげればいいだけですからね、焦がさないようにしましょう。はい、では炒まりました。でここにお水です。はい、ではまず沸くまで少し具材をばらまけさせて、下に当たることがないようにね、少し混ぜていきます。沸いたら混ぜませんからね、もう。でこの時点でまず最初に少し塩をしておいてあげます。でよくパエリアやるときに家庭とかで蓋をする人がいますけども、蓋はしないでください。蓋をするとそれただの炊き込みご飯になりますので、あくまでもパエリアは水分を蒸発させていって、その時に魚介から出る、素材から出るお出汁が一緒に煮詰まっていって、それが味のベースになりますので。で沸いてきました。沸いてきたら一度火を弱火にします。まず11分調理していきます。はい、では今だいぶ水分も薄くなってきましたが、11分経ったところです。ここで残りの魚介を加えていきます。まずはアサリです、アサリからも美味しいお出汁が出ますが、最初に入れてしまうとパサパサになってしまうので、このタイミングで入れていきましょう。であとは先ほど取り出した
エビです。エビもここで最後加えていきましょう。でこの状態でさらに5分少しフライパンを回しながら火を入れていきます。はい、では最後パエリア、時間が来ましたけれども、まだ少しだけ余計な水分が残ってますので、最後少しだけ火を強くしてこの水分を飛ばしたら完成です。はい、これで1分ほど休ませたら完成です。